皆さんこんにちは。ビジョン心理学トレーナーの大和美奈です。私はシンガポールの5日間のチャック・スペザーノ博士のセミナーを、受講して、いつもお世話になっているシャングリラホテルの、23階にあるホライゾンクラブの方に、場所を移動してお話をさせていただいています。今日のテーマというのはですね、シンガポールにふさわしいエネルギーを皆さんにお伝えしたいと思うんですけれども、チャックさんはですね、シンガポールのことをシンガリッチというふうにシンガポールとリッチネスをかけて、お話になります。実際にこちらはこの金融が非常に発達していて、また非常にスピード感があってミラクルを受け取るのも早い国です。以前もお話したと思いますが、たくさんの人々がやはりここに大きなお金を動かして、そしてまた大きなお金にしていくという大きな循環がある場所です。そしてですね、今日のポイントっていうのは、じゃあその私たちが持っている大きな運、大運、これをビジョン心理学ではグレートグッドフォーチュンと言いますが、このグレートグッドフォーチュンを受け取れずに妨げているものは何なのかということです。言い換えれば、あなたが今日お話しするトピックを真剣に癒したときに、あなたのところにすでにある大きな運というものを受け取ることができると思います。それはですね、一言で言うと怒りなんです。私たちは簡単に怒ってしまいますよね。怒りというのは3種類あって、まずは攻撃的な怒り、積極的な怒りです。あの人がこういうことをしたと言って、非常に怒る場合もある。そして受動攻撃という形で次は起きてくるんですけれども、例えば旦那さんが帰ってきた時に冷たい声でお帰りなさいみたいな感じで、私は不愉快なのよという態度をとって旦那さんに対して当たってしまう。それは内側にあるのは怒りでもあるし、文句でもあるわけですね。そして3番目というのは引きこもりです。これは受動攻撃よりもひどいもので、体はそこにいるんですけれども心が伴わない。つまりあなたはお化けのようになっているわけです。どの3つもそこには怒りがあります。攻撃性があるときには、それは外側に向くだけではなくて、あなた自身にも向くし、あなたの大切な家族や子供にも向くわけです。経営者の方々でしたら、あなたのエネルギーをお客様にも向けるわけですね。ビジョン心理学トレーナーのベロンさんがね、以前おっしゃってたんですけれども、怒りというのはこのお金のエネルギーは水というふうに彼女は例えたんですけれども、その水のエネルギーをどんどん燃やして蒸発してしまう。だから家で奥さんが怒らないようにしなくちゃいけない、旦那さんが家に怒りを持ち帰らないようにしなくちゃいけないんですよってすると、その水はとても健やかにきれいに溜まっていくものであり、またその流れがないとよどんでしまうんですという面白い例えをしてくれたことがあります。私たちがこの怒りを感じているときに実際に何が起きているんでしょうか。その表面意識にある怒りの下には悲しさや失敗感、孤独感というものがあります。今回のセミナーの中でも非常に多く扱ってきたんですけれども、このビジネスパーソンの中でこの失敗感というものが非常に私たちに未だ影響しているわけです。子供の頃に両親を救えなかった、助けられなかった、成功させられなかった、成功し続けることができなかった、その失敗感という子供時代の感情がずっと私たちはそれを引きずって、大人になってからも何度も何度も同じような体験を自分自身の内側から作り出すということが見て取れます。あなたは大いなる存在から受け取っている大きな大運が欲しいですか？あの人はすごくラッキーだよね、恵まれてるよね、人に愛されてるよね、そんな風に人間関係とビジネスを成功し、そして積み上げていきたいのでしょうか。それともあなた自身はこの怒りに任せて自分の運や縁や、そしてお金、チャンスというものを燃やし尽くしてしまいたいのでしょうか。今一度怒りというものを見直してみて、そこにある本当にまだ感じ尽くしていない感情は何なのかということにフォーカスしてみましょう。そしてそれを感じきった時に、あなた自身がすっきりして幸せを感じていたら、そこを土台にまた次の人生が進んでいきます。いかがでしたか？今日はシンガポールから大いなる大運を受け取るためのポイントというのをお伝えしました。それではまた。バイバイ。